植木チャンネル。はい、皆さんこんにちは。100万障害者の植木です。今日はタイトル通り、男性ホルモンやめましたってことで、なんで男性ホルモンやめたのかについてお話ししたいと思います。で、内容的に結構医学的な話になるんですけど、自分医学についてはどうしようとやし、個人の体験として、聞いてもらえればと思います。それに関しては、すごく個人差あると思うので、植吉の体験談としてお話しします。で、そもそも何があったかっていうと、最近ここ数ヶ月ぐらい、調子悪くて、自分の場合もともとホルモン注射してるんですけど、手術、生物性適応生物適合手術はしていないので、色素卵巣があります。で、男性ホルモンを打っていたので、生理は来ないはずなんですけど、去年の9月から10月にかけてあったのと、今年も、5月から5月と、6月に生理が出ました。で、そのあたりから体調が悪くて、もともと自分、PMS、月経前症候群とか、生理痛も結構ひどい方だったので、そのせいかなと思ってたんですけど、生理が終わっても、もうしんどくて、声なんかおかしいなって思い始めたんですね。で、具体的な症状で言うと、まず頭痛があったり、あとは、下腹部が痛かったり、で、ひどい時はめまいとか吐き気もしていて、あと全体としては、ほてりっていうか、全身が熱い感じとか、ありました。で、たまに微熱も出るし、そんな感じだったんですけど、でもずっとその症状があるっていうよりは、なんか日によっても症状があったりなかったりだったり、症状の出方とか症状の強さとかも結構まちまちで、結構今日の体調どうなるかわからん的な感じで、結構それがストレスやったし、なんか予定立てるにしても、体調どうなるんやろうっていう不安がありました。そんな状況が結構続いていて、それで、トランスジェンダーの診療実績が多い医師の方がいる病院に行ってきました。で、病院に行って相談したんですけど、
まず結論から言うと、更年期障害みたいな状態になっているって言われたんですね。で、どういうことかっていうと、自分は手術してないので、子宮卵巣があって、で、それで女性ホルモンっていうのが出ているわけだけど、男性ホルモンを打っていることで、女性ホルモンが抑え込まれて、それによって更年期障害みたいな状態になっているって言われました。解決方法としては、男性ホルモンをやめるしかないって言われて、やっぱりそれは女性ホルモンを抑え込んでいるのは男性ホルモンなので、打つのをやめることで、減らすことによって症状が緩和されるってことを言われて、男性ホルモンをやめないんであれば、そういう更年期障害的なさっき言った症状が出るのは我慢するしかないですって言われて、いきなり男性ホルモンやめるかどうかっていう二者択一を迫られてちょっとびっくりしました。ちょっとね、男性ホルモンをやめることは全く想定してなかったんですけど、結構早いうちに男性ホルモンをやめるって決めたんですね。一番の理由としては、ほんまに症状がしんどくて、いきなりバタッと倒れるというか、いきなり具合が悪くなって、全然動けなくなったりもしてたんで、自分が今やってる LGBTQ と障害者に関わる活動、YouTube だったり、講演だったり、今ぼちぼちさせてもらってるんですけど、そういう活動とか、オタク活動とか、そういう活動ができなくなる方が嫌だなって思ったのが主な理由です。で、その先生もすごく丁寧に、話してくださったので、信頼できたので、結構すぐに、決断しました。先生も強制は全然しなくて、選ぶのはあなたですみたいな感じだったんで、すごく、自分で決めるときに安心して決めたっていうか、あんまり自分の場合は感情的にならずに、冷静に考えられたかなと思います。そんなわけで、とりあえず男性ホルモンの投与、ホルモン療法をやめることにしました。男性ホルモンの投与をやめたらどうなるかっていう話なんですけど、
まず結は来るだろうってことと、表現形って言って、声とか見た目については、今のままあまり変わらないということでした。で、それで男性ホルモンやめていったら、今まで女性ホルモンを抑えてたものがなくなるので、女性ホルモンが増えることによって、症状が軽くなったり、緩和されていく予定です。今現在は、受診から1週間過ぎたんですけど、タンパク薬をもらって、で、大体いつ頃しんどくなるとか、そういうのもある程度分かってきたので、もらったタンパク薬をうまく使って症状をある程度はコントロールできている状態で、地震前よりはちょっと良くなったかなと思ってます。ただね、男性ホルモンをやめることによって、結果的にはホルモンバランスが整うんですけど、そこに至るまで男性ホルモンをやめることによっての体調の変化がないかなっていう不安は正直あります。でもそれは今考えてもどうしようもないので、今、タンパクをうまいこと使いながら一日一日やっていこうと思ってます。それで、受診終わって一発目の感想は、これで動画のネタ増えたなって思ったんです。もうこれ職業病っていうか、もう YouTuber の差がっていうか、何でもネタになるみたいな感じでやったんですけど、で、今この動画を撮ってるわけなんですけど、男性ホルモンをやめていってどうなるか、あるいは全く変化がないかっていうのをちょっと月1回ぐらい動画で上げていこうと思ってます。だから病院から帰る時もどういう画角で撮ったら比較になるかなとか、そんなことばっか考えてました。とはいえ、更年期障害っぽい状態は続くし、男性ホルモンやめることで何か起こるかわかんないんですけど、それでもうまく付き合いながら、無理せず楽しくやっていきたいと思います。なので、ちょっと YouTube 自体の配信は毎週配信してたんですけど、ちょっとだけ頻度を下げようかなと思ってます。でも、月1回は変化について、
あげようと思ってますし、他の企画もいろいろ考えてますので、これからもよろしくお願いします。それではまた、バイバイ。どうでもいい話なんですけど、ラジオもやめることになって、めっちゃこのひげが恋しいというか、名残惜しくなってます。別に自分、あんまひげ似合わないし、これ、1ヶ月ぐらい伸ばしてこの程度なんで、剃るのめんどくせえなぐらい思ってたんですけど、いざもう生えないかもって思うと、ちょっとなんか、名残惜しいです。はい。以上。高評価、チャンネル登録、よろしくお願いします。